こんにちは、です。今日は今までの動画にあったコメントの中で質問とかがあるので、それについて答えていきたいと思います。私は幼稚園の時にインターナショナルの幼稚園に入れてもらって、でそこからちょっとだけ地元の小学校に行ってたんですけど、そこから京都のインターナショナルスクールに中学校3年生までずっと行ってたので、そこで英語を覚えました。で発音とかは物心ついた頃から英語を喋ってたので、特に意識して覚えたとかはないです。ただ今はもう忘れかけてあんまり喋れませんハーフですか、日本人ですかっていうコメントがちょこちょこ見当たるんですけど、大阪と奈良のハーフ、ずっと大阪に住んで育ってます。ただちょっと色素が濃いのでそういう風に見えるかもしれない。褒め言葉かなと思ってポジティブ下が分かれてるんですかっていう質問ですけど、分かれてます。こんな感じ。これは2年くらい前に自分で切りました。でももうくっついてくるんで、勝手に怪我したら治るのと一緒で、だから定期的に切らないとダメ。スプリットターンしてる人がそんなにいなくって、でも最近は半年ぐらい前からスプタンブームが来てて、そう関東のピアスが好きな人とか関西のピアスが好きな人とかとつながってるんだけど、もうみんなスプリットターンみたいな感じで流行りだして、でもほんまに私がやった頃はスプリットターン拍手みたいな感じの時代みたいながあったから、それにも憧れて切ったっていうのもあります。整形外科かな、多分やってくれるけど、こうくっついてくるのを想定して多分深く切るんですよね。で深く切って、しかもその断面を縫うからすごい腫れて1週間以上は喋れないみたいな、よだれも垂れっぱなし、ご飯も食べれない、そう飲み物も飲むのが厳しいみたいなのを、そう外国人の方が YouTube に出してるんですよ。その動画スプリットターンって調べたら多分出てくる。すっごい写真グロいけど I can't eat I can't drink みたいな感じで喋ってたから、切って私も練って、次の日見たら全部くっついてたので、それを朝起きてメリメリメリって剥がす、痛いけど、メリメリって剥がす作業を多分塗ってたらしなくていいんだと思う。あと病院でやったら綺麗になるんじゃない。左右平等に真ん中にプスッと切れる。私もちょっと歪んでるから、自分でやってるから。私はここからそれに3時間ぐらいかかりました。私なんていう突発的な痛みが苦手なんですよ。腕のレスカコンやばいですねとか、ツイッターで見たら隠さず堂々と自撮りして載せてましたよみたいなコメントがあったんですけど、そうこれは全部リストカットの後です。アームカットとかリストカットの後だけど、切ってた頃は落ち込んでたりとか病んでたりとか悩んでたりして切ったけど、今見たら可愛くない傷跡が膨らむんですよ。触ったらトゥ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 ってなって気持ちいい。お仕事してる時はさすがにまだ偏見もあるからサポーターみたいな、スポーツ用サポーターみたいなのつけて隠してるけど、普段は普通にこうやってノースリーブも着たりします。邪魔ではない。ただ私鼻血よく出すんですけど、鼻血出したら片方からしか出てないのに、このセプタムの穴を伝って両鼻から出るそれだけかな、不便なのは。あと鼻水が両鼻から出るみたいな位置がずれるのが気になる。ちょくちょくこう触って直さないといけない。でもなんで鼻ほじってんねんって言われるあ、もう一個ある。夜暗いところでフラッシュ焚いて写真撮ったら鼻水が出てるように見える。ピアスが光って、それぐらいかななんかアイシャドウの色がはっきり出てないよとかっていうなんていうコメントがちょっとあったんですけど、海外の YouTuber とかの方とか、普通の方でも多分アイリッドプライマーとかアイシャドウプライマーとか使ってると思うんですよ。それ塗った方が発色が良くなったりとか、色素沈着を抑えられたりとかするらしいんですけど、私が使わない理由は、アイプライマーを塗ると私オイリー肌やからまずよれるんですよ。しかもアイプライマーを塗って発色良くさせるのはいいんだけど、発色が良すぎるとぼかすのにまた時間がかかる。塗り足すのは細かく調節できるけど、一回ドバッとついてしまうと取り返しがつかなくなるっていう意味でも私は好きじゃないです。これで質問
コーナー終わりにしたいと思います。他にまた質問とか聞きたいこととかあったら、答えれる範囲で答えようと思うので、コメント欄にコメントしてくれたらまた次のビデオで答えたりとかもしようと思ってるので、よかったらコメントください。で、まだ私の動画1回しか見てないとか、まだ見てないとかおるんやったら、こっちの方に I ボタンがあると思うので、そこをクリックしてくれたら私の他の動画があるので、よかったら見てみてください。じゃあねー。